こんにちは、Aスタイルです。私は今インドネシアのバリ島に来ています。この動画はバリ島3日目の滞在を Vlog 形式でお届けします。バリ島旅行初日はウブドにあるマンダパリッツカールトンリザーブに、2泊目は同じくウブドにあるアマンダリに宿泊。森に囲まれたエリアで癒しの時間を過ごしました。そちらの様子は前回までの動画でご紹介しているので、ぜひチェックしていただけたらと思います。いよいよ明日はバリ島を去る予定。今日はこれから比較的空港に近いサヌールエリアにあるホテルアンダーズバリへ移動します。サヌールはバリ島の東側、ビーチフロントにあるリゾート。山のエリアとはまた違った雰囲気を楽しめると思うので、最後まで見ていただけると嬉しいです。前泊のアマンダリは空港とホテルの往復送迎付き。今回は次に滞在する先がアンダーズであることをメールで事前に相談したところ、快くサヌールまで送っていただけることになりました。ウブドからは車でおよそ90分。やはり移動にはそれなりに時間がかかるので、明日空港に向かうことを考えると、帰国前に空港周辺エリアに宿泊したのは良い選択だったなと改めて感じました。アンダーズバリはハイアットグループが手掛けるラグジュアリーライフスタイルホテル。2021年にオープンしたサヌールエリアの中でも比較的新しいホテルで、洗練された雰囲気と形式ばらないフレンドリーなサービスが魅力の、カップルからファミリー層まで宿泊している幅広い層が楽しめるリゾートです。ロビーは開放感あふれるオープンエアの空間。こちらでウェルカムドリンクをいただきながらチェックインしました。敷地内はバリ島のビレッジをイメージしているそう。中庭を囲むようにレストランやラウンジ、ショップが並んでいて、モダンで高級感がありながらも自然と人が集まるようなアットホームな雰囲気に少しワクワクした気分になります。このホテルの客室は緑豊かな自然に溶け込むように建てられているのが特徴。ビラ、スイートを含む149室の部屋があり、スタンダードルームは2階建ての建物。景色はガーデンやプール、ラグーン、オーシャンビューに分かれていて、それぞれベッドタイプが異なる部屋が用意されています。私たちは明日の早朝にホテルを建つ予定だったので、今回はアメックスのクレジットカード会社を通して一番リーズナブルな部屋を予約。特に設備や広さ、眺望にこだわりはありませんでしたが、スタンダードルームでも広々としたバルコニーやバスルームが備わっているので、快適な滞在ができること間違いありません。エアタイプの指定はしていなかったので、アップグレードの有無は定かではありませんが、広さ50平方メートルの部屋に16平方メートルのバルコニーがついたプールビューのツインルームに案内されました。プールが目の前にあって少し騒がしいんじゃないのと思うかもしれませんが大丈夫。アンダーズには3つのプールがあり、こちらのプールサンティは心身のリラクゼーションのためのクワイエットプールなのでとても静か。ゆったりとした時間が流れています。それでは部屋の設備を詳しく見ていきましょう。まずは窓際のくつろぎスペース。ここには2人用のソファーとしっかりとした大きさのテーブルがあります。テーブルの上にはバリ島のフルーツや美味しそうなお餅のようなスイーツ、そしてチョコレートまで用意されていました。さらにキンキンに冷えたウェルカムビールも届いて、喉が渇いていた私たちはテンション爆上がり。美味しくいただきました。
ベッドはシングルベッドが2台並んだハリウッドツインです。両サイドにはコンセントだけでなくタイプ A とタイプ C 両方の USB ポートが備わっている最新のホテル仕様です。ベッドの正面には大型のテレビ、その下の棚にはコーヒーマシンやティーセットが用意されています。引き出しにはスナック類や紅茶のティーバッグ、ミニバーのスナックやノンアルコールドリンクはすべて無料でいただけます。食器類はこちらにも。栓抜きもあるのでスーパーなどで現地の瓶ビールなどを買ってきても困ることはありません。冷蔵庫にはソフトドリンクやアルコールがぎっしり入っています。隣には自分で用意したものを冷やせる予備の冷蔵庫もあり、この辺りの配慮もさすがアンダーズといったところです。こちらには電子ケトルもありました。続いてバスルームも見ていきましょう。ここも洗練されたデザインで本当に素敵です。バスタブはコロンとした卵型。横にはバスボムとヘチマのボディスポンジが用意されています。ちなみにこのお風呂かなり大きくてお湯が溜まるまでに結構時間がかかりました。でもその分足を伸ばしてゆっくり疲れたので旅の疲れが十分に癒されました。洗面台は使い勝手の良いダブルシンクです。ハンドウォッシュやボディローションはバイレードの11サワーで統一されています。もちろん歯磨き用のお水も置かれています。洗面台下の引き出しには歯ブラシやヘアブラシなどのアメニティとドライヤーがあります。ドライヤーはメーカーは分かりませんでしたが、風量がしっかりあって問題なく使えました。バスローブはさらっとした薄めのパイル地。肌触りが柔らかいのでパジャマとして利用しても寝心地は良さそうです。シャワーブースはシンクを挟んでバスタブのちょうど反対側にあります。私はシャワーを浴びた後にお風呂に浸かろうとしたのですが、部屋の広さゆえ移動距離がかなりあって正直ちょっと恥ずかしいぐらいでした。さらにこの部屋には独立したウォークインクローゼットもあります。大きなスーツケースを2つ横に並べられるほどスペースにゆとりがあってかなり広い。引き出しには草履型のスリッパや衣類用のブラシ、靴磨き用のクロス、セーフティーボックスもこちらにあります。そしてトイレには温水洗浄便座機能もしっかりついていました。ラグジュアリー感がありながらも気取らずリラックスして過ごせるので、ホテルステイはもちろん観光メインの方やお子様連れのファミリーにも自信を持っておすすめできるリゾートです。実はこの部屋、全泊したウブドのホテルの4分の1の料金なんです。スタンダードルームでこの広さがあり、綺麗で快適。個人的にかなりコスパが良い部屋だと思いました。部屋をチェックした後は少し敷地内を散歩してみましょう。まずロビー前の広場周辺には様々なダイニングが集まっています。インドネシア料理や地中海料理、ステーキハウス、デリ&ベーカリー、それぞれが隣り合っているオープンエアの空間なので、どこに行けばよいのか迷っちゃいます。各レストランの入り口が少し分かりにくいので、
呼び込みをしている店員さんにメニューを聞きながらその時の気分で決めるのが良さそうです。そして同じく広場に面したところには宿泊者が自由に利用できるラウンジがあります。日中であればスナックやドリンクが無料でいただけるので、お出かけから帰ってきた時やプールで遊んだ後などに気軽に立ち寄れます。さらにラウンジの近くには素敵なブティックもありました。衣類や雑貨、日用品からお土産までおしゃれなものが揃っているので見ているだけでも楽しめます。私がウブドの街中で立ち寄ったお店、ゲバラホームの食器も置いてありました。部屋の近くを歩いていると子供たちが吸い込まれるように入っていく建物が、私たちもつられて入っていったらキッズクラブでした。置いてあるものすべてが可愛らしい。大人だけでなく子供たちも思い出に残る滞在を楽しめそうです。さて、ビーチの方にも行ってみましょう。先ほどアンダーズには3つのプールがあるとご紹介しましたが、海の目の前には開放感たっぷりのメインプールとキッズプールがあります。プールの隣にはフィッシャーマンズクラブというレストランもあり、新鮮な海の幸やお肉のグリルをビーチフロントで楽しむことができます。とても素敵な雰囲気だったので私も利用したかったのですが、夜の9時半に行ったらもう終了の時間だと言われてしまい、泣く泣く断念。チェックイン時にいただいた案内やホームページでは午後11時までとなっていたので、日によって営業時間が変わることもあるのかも。利用を考えている方は事前に予約をしたり、当日の営業時間をしっかり確認しておくのがおすすめです。ビーチはホテルのすぐ目の前に広がっていて、専用のビーチベッドで海を眺めながらのんびりと贅沢な時間を過ごすことができます。ヨガやピラティス、ビーチエクササイズなどのアクティビティもいくつか用意されていました。ホテル内を一通りチェックしたところで、サヌールに新しくできたショッピングモールアイコンバリへお土産探しに行こうと思います。アンダーズからは表通りから車や徒歩でアクセス可能。ホテル裏手の海辺の遊歩道から歩いていくこともできます。私たちは潮風を感じながらゆっくり海辺を歩いておよそ20分で行くことができました。アイコンバリは2024年6月にオープンした地下1階地上4階の大きなショッピングモールで、レストランやショップ、スーパーが入っているので地元の方だけでなく観光客にも大人気。食事をしたりお土産探しにおすすめのスポットです。私たちはスーパーでバリ島らしいお菓子や調味料を探したり、ドラッグストアで現地のコスメを購入。バリニーズマッサージもリーズナブルに受けられました。モール自体は夜の10時まで営業していますが、海辺の道は夜になるとかなり暗くて人気もなくなるので要注意。特に女性同士やお子様連れの方は暗くなったら表通りを通るか少し早めの時間に切り上げるのがおすすめです。ホテルに戻り、結局フィッシャーマンズクラブでディナーを食べられなかった私たちはここぞとばかりインルームダイニングをオーダー。ちょっと頼みすぎちゃったけど素敵な部屋でゆっくりいただくディナーも悪くありませんでした。いよいよ明日は昼前の便でバリ島を去る予定。せっかく東海岸のサヌールにいるので早起きして海に昇る朝日を見に行きたいと思います。おはようございます。バリ島最終日の朝です。天気はびっくりするぐらいどん曇り。残念ながら朝日は見られませんでしたが、静かな早朝のビーチのお散歩ができたのでよしとしましょう。多くの方がご存知の通り、アンダーズはハイアット系列。このホテルのすぐ隣にはハイアットリージェンシーバリがあり、宿泊者は自由に行き来することができます。
少し距離はありますが、ハイアット側の敷地にあるスパにはフィットネスジムも。時間に余裕があればこちらも利用したかったなと思いました。さて、空港に行く前に急いで朝食をいただきます。アンダーズの朝食はアジア、インターナショナル、ローカル料理が揃ったアラカルトブレックファスト。見るからに新鮮な野菜や果物がふんだんに使われていて、安心感のある美味しい朝食をいただくことができました。実はこのホテルで使われている食器類のほとんどは旅の初日に立ち寄ったジェンガラケラミックのもの。次はこの食器も揃えようかななんて考えながら最後まで楽しく食事をすることができました。午前8時半。半日ぐらいしか滞在してないのにもう帰っちゃうのとホテルの方に驚かれながらチェックアウト。グラブを利用して空港へ向かいます。私たちは空港から近くリーズナブルだという理由でこのホテルを選びましたが、洗練された雰囲気や部屋の快適さは抜群。もっとゆっくり滞在したかったと思えるほど素晴らしいホテルでした。やはりサヌールエリアは空港から近い。30分しないうちに到着できたので、帰国直前までゆっくりリゾート気分を楽しみたい方には本当におすすめのエリアです。3泊のバリ島旅行いかがでしたでしょうか。深い森に囲まれたウブドと穏やかな海が目の前に広がるサヌール。バリならではのスピリチュアルな空気感に包まれた最高のリゾートステイを楽しむことができました。今回宿泊した3つのホテルはどれもタイプが異なり、それぞれ違った魅力があります。ぜひ皆さんの次のバリ島旅行の参考にしていただけると嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。You don't gotta doubt it. I climb any mountain to make you believe.